水アロカシア、お水、キャー。こんにちは。閉店セール1日目を終えた雑貨屋さんのようなすっからかん状態。何をしているかと言いますと、お掃除じゃないんです。今年から取り入れたんですけれども、ベランダで夏の間外管理をしてみようと思いまして、ベランダを改装しました。手作り DIY でむちゃくちゃ雑全く映えない仕上がりになっているので、この後は雑い私の2階のベランダというものをご紹介しようと思うのですが、今までやってこなかったのにどうして急に外管理を始めるかと言いますと、今年から育てる植物が少し変わってきたっていうのもあるんですけれども、一つはホヤが増えたこと、もう一つはランに興味があること、そして食虫植物ウツボカズラ、この3つがきっかけなんですけれども、外でね暑くてじとじとしてっていう環境を好む植物だったり、ホヤは特に明るいところが好きだったり暑いところが好きだったり、そんな環境で夏の間にぐんとしっかりとした株を作って、また寒くなったら室内に入れたいなと思いまして作ってみたんですが、調子こいてね、じゃああれも出しちゃおうかな、これも出しちゃおうかなってやっていたら、この調子ガラガラ、なんか入ってたであろう抜け殻残骸があります。そしてここはまたそのうちギュッと縮めてディスプレイしたいと思うので、また別の動画でお掃除動画としてあげたいと思います。それではレッツベランダ。2本前の動画だったかな、実家でモルタルに塗装をしている動画、日焼けするよとか対策してねってたくさんアドバイスをいただいたので、母と色違いで帽子なんかついたやつと別で手につけるアームカバーを準備してみました。二の腕血止まるよこれ。はい、さてこちらが手作り DIY をした外管理の場所になります。ここはね、洗濯物おパンツが干してあるので映せないんですけれども、ここ仕切りで突っ張り棒してあるんですけれども、こっちはホームセンターで購入してきた遮光ネット 80% の遮光ネットをかけました。昨日強風で外れてですね、ここビャーっと遮光ネットが当たっていて、朝気づいたら先端全部やられていたんですけれど、こういうこともあるんですね。毎年外管理適当に木陰の下に置いたり、玄関先に出しっぱなしにしたりする外管理の植物をここの遮光ネットより下に置きました。なんせね、ここの南側のベランダとっても暑いので、夏バテそうであれば室内に入れたりしようかなと思ってます。こっちもそうなんですが、あまりにも暑いようであれば室内管理に移動したいので、梅雨明けぐらいにもう一度様子を見ながら管理したいと思います。遮光ネットの幅が足りなくて
朝日直撃夕方あっちから西日直撃してます。こっちは手持ちカメラで内容をご紹介したいと思いますが、手持ちカメラになるのでブレるかもしれません。ご了承ください。ここはプラスチック段ボールプラダンっていう外用に使う屋外用だったかな、素材のプラスチック段ボールなんですけれど、中がブラインドみたいな素材になっていて、遮光 50% カットしますよっていうものをつけました。朝日がね若干当たるんですけれど、ファン板とっても広がるので、無理やりワイヤーとかで支柱を使ってギュッと整えて置いてあります。ファン板は明るいの大好きってことだったので、朝日ぐらい当たってもいいかななんて思って管理しております。そしてこちらに見えますのが見切り品ハンターでご紹介しているエバーフレッシュになります。これがですね、春先から成長が止まらなくて、何度もちょきちょき切っては気づけば新しい葉っぱが、色がまだ若いですね、出てきているんですけれども、これがさ、ここへ置いた瞬間さらにヒートアップして成長がこれ止まらないので、ここに置いてからもまたさらにカットしたんですけれど、すればするほど出てきております。多分ここの環境がとっても好きみたいです。ここの環境なんですけれども、あえてここの手すりのところは空洞にしているので、このベランダですね、とっても風の通りがいいので、ここは風通しを良くしたくて、あそこだけ開けてあります。夕方とかになると程よい感じで風がピューピュー吹くので、もしかするとエバーフレッシュ、ここがお気に入りかもしれません。そして外管理の目的でもあるこちら、ホヤランウツボカズラなんですけれども、こんな感じでホヤを管理するスペースとネフロレピスがあるんですけど、ランを管理するスペースとしてここを活用しています。上にもたくさんホヤとランを吊るして、ついでにチランジアとかね置いてみたりしております。そしてもう一つ、シダ系もいっちゃおうかなと思ってシダ系も持ってきております。ここにもねネフロレピスと、あと上の段にもシダをいくつか持ってきているんですけれども、風に当たるのが好きな植物なので、ここ風通しがよく半日陰やや暗めの場所に置いて、お水もたっぷりあげて管理をしています。右に映っているダバナですけれども、購入してからずっと室内管理をしておりまして、少しだけ調子といいますか、葉の色があまり綺麗じゃなくなってきたので、一旦外管理で夏の間シダが好みそうなじっとりした環境でうまいこと復活してくれればいいなと思っております。もちろんね、今のこの状態でも別に悪いわけじゃないので、さらに良くなればいいなという感じです。シダとかランとか調子こいて折り鶴ランとか、そしてアンスリウムも出してみました。これは一部のアンスリウムになるんですけれども、おそらく夏の暑すぎる環境はだれたりとか溶けたりとかがあるので、梅雨明けぐらいまでが限界かなと思っておりますが、それまではここの風通しもよく程よく暖かい場所で過ごしてもらおうと思います。このアンスリウムとっても可愛くて、何が可愛いかと言いますと、
真ん中のねここの筋を中心に、私がミシンを扱うと縫い目こんな感じで突っ張っちゃうというかガタガタってやってたら、あ、しまった、なんか突っ張っちゃったみたいなこれが可愛いでしょ、このアンスリウム。ミシン失敗しちゃった風アンスリウム、布を伸ばしながら縫い合わせないとこういうことになりますよっていうアンスリウム。これ可愛いね。これもね早く大きくなってほしくて外に出してみました。そしてウツボカズラですね。ウツボカズラも持ってきました。こちらにも吊るしてありますが、かわいいですね。ランたちもね面白くて、新しく芽が出てきたり、このタケノコランライブ配信で苔を詰めた器かわいいですよ。タケノコランですが、これも新しいタケノコ出てきてますね。こっちもやや遅めではありますが、見えるかな、ここちょんって出てきてますね。かわいい。ここに置いてから一気に動き出したので、きっとこの環境が好きみたいです。オリンピックリングスも置いてあったり、あとはファーメリーアルバっていう品種も置いてあります。この辺はですね、下見てもらうと見えるかな、ニョキニョキと新しいバルブが出てきていて、ここはねとっても気に入ったみたいです。ホヤたちもね一応こんな感じで雑に何でもかんでも吊るしてありますが、ここに置いてからぐんぐんと葉っぱが成長したりとか、新しい葉っぱが出てきたりしているので、今のところこの風通しがよく、西日がやや降り注いで明るくなる環境、とっても好きみたいです。あとここサンゴアブラキリ、これがね外でもいいかなと思った理由っていうのが、沖縄では自生しているっていうことだったので、暑さにも強そうだなと思ったのと、外管理にしてからお花がねすごくいい感じで咲き始めたので、外が好きなのかなと思って出してみました。葉っぱも安定の可愛さ。あとそうだ、このアグラオネマの2つ、これとこれ、明るくないとピンクが維持できないっていうのと、やはり少し暑いところが大好きだっていうことで、なんとなく外出しにしてみました。そしてこれクロトンですけれど、室内で管理をしていたら新しく出てきた葉っぱがね緑になってしまって、赤色にするには日差しが必要だということで、直射日光は当てれないので、少しこのベランダの中でも明るいであろう場所に置いてみました。ちゃんと赤色になるかがわからないので、一旦様子見します。こんな感じで初めてのベランダ管理をしてみたいと思います。また随時動画でご報告できればなと思います。ではこの後ここのベランダどうやって水やりをするのか実践をしてご紹介したいと思います。
靴下びしゃびしゃになるからね。ポンプシャワーテムでさ間違えて2つ頼んじゃったみたいで、無料がどうとかこうとかいうキャンペーンの時に間違えて2つ注文しちゃって、ポンプシャワーが2つあるんです。これ便利なんですよ。本当の使い方はキャンプとか海とかでレジャーで遊んでて、バケツに水溜めて水道がないところでジャーって洗うらしいですけれど、私の場合はですね、閉めようか。これで水やりをしていきます。Amazon とかでも売ってましたよ。そしてうちここがお風呂場なんで、ここに浴槽がすぐここに浴槽があるので、昨日の夜入って流さずに溜めといて、止めとかないとね。そうそう、こんな感じでこっち側が遠すぎて中継じゃあやってこう。このシャワー便利で、間違えて2個来ちゃったんですけど、2つとも活用していて、夜お風呂でも私お風呂の中のお湯使う時とかに桶じゃなくてこれ入れてシャワー使ったりします。水道代がね高くなってきた、また値上がるみたいで節水しようと思って、あと子供とね子供と旦那殿が一緒にお風呂入ってる時にシャワーの取り合いとかしてて、その時にこれ使って、片方は蛇口からシャワー使って、もう片方は浴槽からシャワー使ってやってましたよ。面白いなと思って。
わった。モジャマトフィラムがもだらけフィラムになっちゃって、メンテナンスをしましょうか。例えばこういう葉っぱ、これ取りましょう。一旦こういう傷んだ葉っぱは真ん中から破ってプリップリッって取ります。こうやってブチってやるとうまく剥がれなかったりするので、今みたいにね、先端から裂いて最後ブリって取ります。直射日光当てちゃってさ、黄色くなっちゃったね。どうなるかな、これもじゃるかな。しっかりもじゃるかどうかわからないですけど、私の動画を見てウツボカズラを購入しましたっていう声を聞くのですが、ありがとうございます。このウツボカズラかわいいでしょう。葉っぱがハートの形してるんですけれども、例えば買ってきてこんな感じでもう終わろうとしているウツボカズラがもしついていれば、ここら辺の葉っぱの先端からちょっとぐらいのところでカットするといいそうです。これもさ、もうすぐ葉っぱが開こうとしててかわいいですね。必ず壺の中は3分の1ぐらいお水ためましょうね。なんて名前かな。ホヤオボバタバリエガータ、オボバタバリエガータかの花がついてます。ホヤってこうやってつる伸ばすんですけど、つるつるつるっと葉っぱよりも先に花座がこうやってつくパターンもあるんですね。ホヤって面白いですよね。つるだけ伸ばして先端に葉っぱがついて、ここすごく間が空いたかなと思ったら後から葉っぱが出てきたりとか、葉っぱの出る位置も定着してないというか、想像以上の場所から出てきたりだとか、読めないですけど面白いですよね。そういうところが面白いね。これも花座がツン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 つるについてます。